はい、皆さんこんにちは。アイロニーの谷口です。アイロニーは、芦屋、青山、パリに、店を展開している花屋になります。この YouTube のチャンネルからいろいろ花のこと、アイロニーのこと、パリのことなんかもたくさん発信していってますので、ぜひ、役に立つ情報だなと思ったらチャンネル登録、高評価とか、コメントぜひお願いします。今日はですね、よく質問今の時期いただいてたので、クリスマスローズについてすごく人気の、お花です。クリスマスローズについて、ちょっとお話ししたいなと思います。クリスマスローズですけども、これねこういう花、クリスマスローズっていうのはまずねそもそもね、ヘレボルス、エレボルとかね、フランス語だとエレボルとかっていうふうに言いますけども、エレボルス・ミゲルっていう品種があって、これも本当にクリスマスの時期に、フランスの市場なんかだとよく見かけるんですけども、白いこの、白い花を咲かせる、根っこがね黒いらしいんですけども、そういう品種で、ニゲルっていう品種があるらしいんですね。それが、クリスマスの時期にバラのような花を咲かせるので、ヘレボルスなんですけどもクリスマスローズと呼ばれているのが、他の品種のものも総称して日本ではクリスマスローズと呼ばれていることが多いというふうになってます。でもね、ヨーロッパだと、割とこうしっかりこう、分けていて、ニゲルのことはクリスマスローズとノエルっていうふうに言うんですけども、あと、他のものはエレボルとかっていうふうに呼んでることの方が多いですね。その他のものはですね、クリスマスローズに対して、レンテンローズっていう風に呼ばれていることもあるみたいです。レンテンっていうのは、クリスマスとかと一緒です。なんかキリスト教の、レンテン節っていう、時期が2月3月ぐらいにあって、その頃に花を咲かせるので、そっちはレンテンローズというと。でも全部、この花はヘレボルスという花になるということです。OK ですか？はい。で、他にも、面白いんですけども、これは、クリスマスローズっていうのはね、よくこの花、に見えてる部分、花だと、皆さんがよく思う部分っていうのは実は萼なんですね。萼を楽しむ花になります。アジサイなんかもそうですよね。色がついてる部分っていうのはね、実は萼になります。そういう花結構多いんですけども、このクリスマスローズ、ちょっと見ていただきましょうか。よっ。これは分かりやすいかな。この部分、この部分は花弁のようなのがね5枚ついてますけども、これが萼です。で、この中に筒状のものがすぐ内側に見えてるのが、これが花弁になるようです。で、おしべがあって中にめしべがあると。で、よくねクリスマスローズでね一番質問として多いのが、すぐにしおれてしまうけどどうしたらいいのかなっていうふうなことを聞かれる。水揚げですね。いわゆる花屋が言う水揚げ。クリスマスローズの水揚げってどうすればいいですか？水がすぐ下がっちゃいますっていうふうに言われることがあるんですけども、クリスマスローズの水揚げ方法、いくつかポイントがあるんですけども、まずね一つはね、一番重要なことはしっかりしたものを
見極めましょう。まずしっかりしたものを、皆さんもし一般にお花屋さんで買う場合は、しっかりしたものを、水が下がりにくいものを見極めてもらうっていうのも一つ重要です。でその時の目安としてね、この額の部分触ってみてください。これちょっと分かります？これもう中の花が落ちてる状態です。めしべの部分だけ残って、これからここからこの部分に、実というか種ができるので、ここがどんどん大きくなってきます。この状態、これぐらいの時期になると、このガクの部分っていうのは、ちょっと水分が飛んできて、硬くなってきます。この真ん中の部分なんかはもうグリーンに変わってきてます。でこれは、アジサイでいう秋色アジサイとかと同じような感じなんでね、水分が飛んですごく硬くなってきてるので、こういう状態のものは全然水下がりにくいです。でそれに対してこういう花がまだガが開いて、花がまだこう若い段階のものっていうのは、このガの部分触ってもらうとすごく柔らかいんですね。こういう状態のものは水が下がりやすいので、昔はね、割と水下がりの多い品種たくさん切り花として出回ってたんですけども、最近水の下がりにくい品種っていうのがどんどん選別されてきてね、生産者の方も、これはいいなこれはいいなっていう品種で、選別されてきたのと、出荷のタイミングなんかも、これぐらいまで、咲かして、花が落ちるぐらいの段階、硬くなってから出荷した方がいいな、水が下がりにくいなっていうのも、してくれているので、水下がるものも少なくなってきました。じゃあその品種、そういうものを選んでもらうっていうのが、一つ、ポイントになってきますけども、じゃあ実際買ってきて水揚げするときはどうしたらいいのかっていうのを、一つは、これはもう絶対そうですけども、ナイフで、こういうふうに鋭角に切るようにしてください。ナイフで鋭角に切るようにしてください。で、こういうふうに切り口に割りを入れておくのも、有効です。これ十字にしてもらっても構いません。いいと思います。はい。で、これをまずね、必ずしてください。で、大きい葉っぱとかがついてたら、それは落としてあげた方が水分の蒸散を防げると思うので、その方が水下がりにくくなると思います。これ必ずやりましょう。で、もう一つは、冷たいお水だと、クリスマスローズちょっと水が上がりにくい場合があるので、よく言われているのが、ぬるま湯につけてもらうと、水上がりやすくなるようなので、だいたいね、40度ぐらいの、お湯につけてもらうといいので、40度から40度から60度っていう人もいるんですけども、だいたいそれぐらいの間、茎が傷まないようなぐらいのものにもうつけてもらう。いわゆるよくあるこう湯揚げっていう、ちょっとつけて、それをその後冷たい水につけるっていうんじゃなくて、あったかいお湯に、お風呂ぐらいですよね。お風呂よりちょっとあったかいかなっていうぐらいのお湯にもうずっとつけてもらうっていうふうにすると、シャキッと元気になるっていうことがあるので、ぜひ試してみてください。で、こまめにこう水替えをしたりね、切り戻し。で、フラワーフード、切り花延命剤なんかも、有効なようなので、ぜひ試してみてください。いろんな品種ね、たくさん出回ってます。花弁、額の部分ですね。の柔らかい部分。すごく綺麗ですけどね、八重のものとかもすごく綺麗ですけどもね、水が下がる心配のあるものも多いので、こまめに水替え切り戻し、塗る前につけたりっていう風にして楽しんでもらうといいんじゃないかなと思います。
はい。じゃあこれ、よくある質問だったので、クリスマスローズについて、お話ししました。質問とかコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では。